皆さんこんにちは、さやかです。スターウォーズのガラクティックスタークルーザーに新しいエンターテインメントやフードオプションやミッションについての情報が出てきたということで、今日のマークサイロストインワールドではこの新しいスターウォーズのガラクティックスタークルーザーについて話していきたいと思います。いきましょう。マークサイロストインワールドにようこそ。皆さんがもしこのチャンネルに初めてだったら、私たちは旅行のブログとかディズニーやユニバーサルスタジオといったテーマパークについての動画を配信しているので、もし皆さんがそういうのに興味があったら、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは本題に入っていきたいと思います。スターウォーズガラクティックスタークルーザーはフロリダのウォルトディズニーワールドに新しくできた2日間の没頭的な体験ができるホテルです。でこれはホテルって言ってるんですけど、ただのホテルじゃないんです。でホテルなんですけど、食べ物も含まれていて、あとアクティビティとかがあって、いろんな体験ができる場所になってます。で、このスターウォーズガラクティックスタークルーザーは3月1日に一般の方にオープンしました。でこの一般の方へのオープン前に、ディズニーは少し前にたくさんのメディアの方とかインフルエンサーの方とかをディズニーのこのガラクティックスタークルーザーに招待したんですね。で、この招待されたメディアの方たちはこのスタークルーザーを無料で2日間にわたって体験することができました。このメディアを無料で招待するのはやっぱりディズニーにとっても結構な出費だったんですね。考えてみても、この2日間で大人2人で50万超えもする体験を100人近いメディアの方に無料で提供するのはディズニーにとってもすごい安くないんですね。だけどディズニーが無料でたくさんのメディアの方たちを招待しないといけなかったのは、これまでのディズニーがしたこのスタークルーザーのマーケティングがひどすぎたからなんです。ディズニーはこれまでにもいろんなマーケティングの記事とか動画とかを載せてるんですけど、でもそのマーケティング、ディズニーがしたマーケティングがひどすぎたので、この招待されたメディアやインフルエンサーの方たちが動画やレビューを載せてくれたおかげで、スターウォーズのファンの皆さんや、もし皆さんがスターウォーズのファンでなくても、このとっても高い体験がどんなものなのか気になる方にとって、実際にスタークルーザーの中がどんな感じなのか見ることができるようになったので、今日はその映像を少し使って、このスタークルーザーがどんな感じなのか話していきたいと思います。私はもちろんメディアとして招待されなかったんですけど、メディアの方たちがこのスタークルーザーの動画やレビューを載せた後に、たくさんの動画を見たり、レビューを読んだりしたので、この私の今日の動画では、評価の良かった点と評価の悪かった点も含めて、このスターウォーズのスタークルーザーはどんな感じなのか、あと50万円以上も払って体験する価値があるのかシェアしていきたいと思います。私はまだ実際に行ったことがないので、この動画は私自身の体験ではなくて、実際に行ったたくさんの人たちの意見を参考にしたものになるんですけど、メディア目線ではなくて、一般人目線で正直なレビューを届けていきたいと思います。それではまず最初に、スタークルーザーのホテルに着いたら、まず皆さんはマジックバンドをもらうんですね。で、このマジックバンドは部屋の鍵だったりとか、あといろんなスタークルーザーにある部屋を開ける鍵になったりとかするので、このマジックバンドはすごいこのクルーザーでは重要になってきます。私は個人的にこのマジックバンドはすごいいいなと思いました。いろんな部屋とか開けるのにこのマジックバンドをかざして鍵を解除するとかはすごい楽しそうな感じ楽しそうな感じがしました。次にお部屋について話していきたいと思います。お部屋はスタンダードキャビンとスイートと選べるんですね。で、値段が結構違うので、このスタークルーザーはもともとすごい高いので、多分ほとんどの人がスタンダードキャビンに滞在すると思うんですね。で、このスタンダードキャビンがすごい小さい。私はやっぱり値段が値段だけあって、もうちょっとラグジュアリーな、もうちょっと広いお部屋を想像してたんですけど、結構小さい。あとこのスタンダードキャビンには、これ多分
キングサイズかクイーンサイズのベッドが真ん中にあって、これはいいと思うんですけど、あとキャビンもあるんですね。で、このキャビンがすごい小さそう。だから多分このキャビンは子供が寝る設定で作られたんじゃないかなと思います。で、このスタークルーザーは宇宙船っていう設定なんですね。この建物全体が宇宙船っていう設定。だけど、実際には宇宙にいないじゃないですか。陸の上の建物じゃないですか。なので、陸はあるのになんでもうちょっと大きくしなかったのかなって私はちょっと思います。これはちょっと狭い。このスタンダードキャビンには最大5人まで寝ることができるんですね。だけど、5人家族、ここに全員詰め込まれるってなったら、すごい狭そうだなーっていう感じですね。で、私はこの窓はすごいいいなと思いました。この窓から宇宙が見えるのはすごいいいなと思いました。多分このお部屋は、ディズニークルーズに行ったことがある人は、多分それぐらいの大きさだと思っていただければいいと思います。バスルームもちょっと見てみましょう。お風呂にはシャンプーとコンディショナーとボディーソープがついてます。で、シャワーなんですけど、この天井から水が出る感じのシャワーがあるのがすごいいいなと思いました。あともちろん、この動かせる、このシャワー、動かせるシャワーのやつもあるので、そこはいいと思いました。だけど、全体的にバスルームも小さいですね。あとこのシンクのところに、メイク落としとかも提供されています。あと部屋にあるものは、通常な感じでテレビとか金庫とか、あとヘアドライヤーとかの通常のアメニティもついています。あとですね、何がすごいクールかって言ったら、このスクリーンがあるんですけど、お部屋一つ一つにスクリーンがあるんですけど、そのスクリーンに AI のロボットがインストールされてて、この AI のロボットが話しかけてくれるんです。なので皆さんは、その日のミッションであったこととか、ロボットと会話をすることができるんですね。だからこれは私すごいいいと思いました。なんかフューチャリスティックな感じ？なんか宇宙にいる感じ。だけど一つだけ、この AI は Siri ではないです。なので、皆さん iPhone 持ってたら Siri 使ったこともあるかもしれないんですけど、Siri は何でも答えてくれるんですけど、この AI は何にでも答えてくれるっていうわけじゃないです。なんかこのスターウォーズの世界に制限されてるんです。なので、このロボットが言えることには限りはあるんですけど、でも、会話ができるロボットをインストールしたのはいいなと思いました。お部屋についてなんですけど、このスタークルーザーでは、多分皆さん、あんまり部屋にいない日中は、ミッションをしてるか、なんかゲームをしてるか、ご飯食べてるか、宇宙船の中を歩き回ってるからと思うんですね。で、あんまり部屋にいることがないと思うので、お部屋が小さいのは、あんまりお部屋にいないことを考えたら、許せるかなという感じではあるんですけど、この体験が高いだけあって、もうちょっと大きくしてくれてもよかったかなと思います。それでは全体的な建物について見ていきたいと思います。で、この建物はですね、ちょっと意見が分かれるかもしれません。私が調べた中では、この宇宙船全体が好きな人もいれば、あんまり好きじゃない人もいました。で、結構たくさんあった意見は、なんかこの建物、この宇宙船は、なんかスターウォーズじゃなくて、スタートレックみたいっていう意見でした。建物全体がなんか白を基調としたラグジュリアスな見た目、すごい綺麗なんですね。私は個人的にはすごい好きな見た目です。だけど、茶色でなんかもうちょっとスターウォーズな感じのテーマの、なんかこんな感じのテーマの建物を期待してる人は、ちょっとがっかりするかもしれないです。すごく綺麗な感じなので、やっぱり50万以上も払うんだったらラグジュアリー感が欲しいじゃないですか。なので私は結構そこは見た目はすごいいいなと思います。だけど一つですね、私は入った時になんか大きな窓があって宇宙の景色が見えることを予想してたんですよ。だけど入ってすぐの部屋に見えるのは白の壁で窓がなくて宇宙が見えない。隣のブリッジの部屋に行けばすごい大きな綺麗な窓があるんですね。宇宙の窓が。だけど入ったその部屋に窓がないくて
宇宙の景色がないのが、ちょっとそこが、って感じでした。やっぱり、また言うんですけど、高いので、それを考えたら、もう360度宇宙の景色で囲まれてるべきじゃないかなと私は思います。この建物の見た目については、結構今意見が分かれてるので、皆さんはこの建物の見た目好きですか？好きじゃないですか？ぜひコメントで教えてください。では次にキャラクターについて話していきたいと思います。私は結構、もういろんな動画を見たんですけど、このスタークルーザーのキャラクターはもうすごいキャラクターの役者さんもキャストメンバーの皆さんももう素晴らしいです。なので私はこのスタークルーザーのサービスについてはもうすごい素晴らしい。役者さんもキャストメンバーの方もすごいトレーニングされてるんだなーっていう感じです。で、このキャラクターもリアリスティックなんですね。特にこの緑のキャラクター、この喋ってる時にこの口が動くのがすごい、もうどうなってるんだろうっていうぐらいもうすごいリアリスティックですごいそのコスチュームのクオリティはすごい高いです。でこのスタークルーザーではいろんなキャラクターと触れ合うことができるんです。なのでもし皆さんがキャラクターと会ってキャラクターと会話をしてっていうのをすごい楽しむ方だったら、私は皆さんはこの体験はすごい楽しむと思います。このキャラクターたちについてなんですけど、チュバッカとかレイとかカイロレンとか、そう皆さんが知ってるキャラクターもいるんですけど、だけどみんながみんな皆さんが知ってるキャラクターじゃないです。ディズニーはこのスタークルーザーのためだけにいくつか新しいキャラクターを導入したんですね。で、ここにはスカイウォーカーもいないし、マンダロリアンもいないんですけど、なんで彼らがいないのかっていうと、このスタークルーズ全体でのストーリーは皆さんの選択によって変わるからです。もしスカイウォーカーをディズニーが使ったとしたら、皆さんの頭の中ではもうスカイウォーカーだったらこうするだろうっていうのが、わかるじゃないですか。だけどディズニーは皆さんにこのキャラクターはこうするだろうっていう予想なしで、皆さんのミッションでの選択によってだんだん変わっていくストーリーを楽しんでもらいたかったので、ディズニーはこの新しいキャラクターを持ってきました。私は個人的にこのキャラクターについてはすごいポジティブです。で、役者さんたちもすごいプロフェッショナルで24時間ずっとそのキャラクターになりきってるので、それはゲストとしても役者さんが役者さんになりきっているおかげで、私たちも本当にこのディズニーが作り上げたスターウォーズの世界に入り込めることができると思うので、そこはポジティブでした。キャストのメンバーの方もですね、何回か話すと皆さんの名前を覚えてくれたりとか、あともし皆さんが食事で特別な手配が必要だったりとか、例えばアレルギーがあるとかですね、そういうのもキャストメンバーの方に伝えれば覚えていてくれるみたいなので、やっぱりそこのサービスはすごいクオリティが高いなと思いました。あとですね、これは私はすごいポジティブに思ってるんですけど、ブルーミルクとグリーンミルク飲み放題。そうなんです。このスタークルーザーでは2日間、ブルーミルクとグリーンミルクが飲み放題です。水と同じ感じで、このグリーンミルクとブルーミルクは、ハリウッドスタジオのギャラクシーエッジにも売ってるんですけど、結構高いんですね。この1カップで$8.48。なので、日本円で言うと、だいたい1000円ぐらい？すっごい高いじゃないですか。この1カップで1000円って。で、これが、このスタークルーザーの中では飲み放題なので、そこはすごいポジティブです。では次に食べ物について。で、食べ物は、私はユニークで良さげだなと思いました。個人的には試してみたいです。私もいろんなレビューを読んだんですけど、好評のすごいいい料理も、ちょっとまあまあな料理もあるんですけど、全体的に食べ物は結構美味しいみたいです。スターウォーズの世界の食べ物みたいな見た目です。なんかこの世の食べ物じゃないみたいな見た目。特に面白いのがこのブルーシュリンプっていうやつですね。エビは青くないじゃないですか。だけど、ここではエビが青いんですね。で、私はこれはすごい面白いなと思いました。試してみたいです、個人的には。
で、この食べ物がスターウォーズをテーマにされているのも、すごいいいなと思いました。で、私にとってはすごいポジティブなんですけど、まあ見た目が見た目だけあって、小さい子供とか好き嫌いが激しい方とかは、ちょっと苦戦するかもしれないです。まあこのすごい独特な見た目の食べ物を食べたくない方のために、まあ、シンプルな料理もあるんですけど、せっかく宇宙へ行ったら、宇宙の食べ物をちょっと挑戦してみたらいいんじゃないかなと思います。食べ物は料金に含まれてるんですけど、カクテルとスペシャルティドリンクは別料金になります。で、このカクテルとスペシャルティドリンクについて、私がすごいいいなと思ったのは、このカクテル一つ一つには、なんかバックストーリーがあるみたいなんですね。なので私はそれが、その一つ一つのバックストーリーまで考えて作られたっていうのは、さすがディズニーって感じです。で、このカクテルとかも結構、すごい美味しそうですね。この体験はすごい高いんで、もちろん私は行けないんですけど、もし行けたとしたら、私にとって一番楽しみにしてることの一つは、食べ物です。正直に言うと、このいろんな食べ物がすごい美味しそうで、私はすごい試してみたいです。それでは次にブレッジトレーニング。で、このブレッジトレーニングは、このスタークルーザー内で行われているアクティビティの中でメインの一つになってます。で、このブレッジトレーニングは、簡単に言うと、宇宙船にある大きなビデオゲームです。これはですね、ビデオゲームが好きな方だったら楽しむと思います。で、このブレッジトレーニングは、ビデオゲームだけじゃなくて、ストーリーも入ってくるんです。このスタークルーザー内での全体的なストーリーは、いろんな要素によって変わってくるんですね。なので、毎回同じストーリーっていうわけじゃないんです。で、このブレッジトレーニングのお部屋でも、このストーリーが進展していきます。なので、何か起こるんですね。ネタバレはしません。で、このブレッジトレーニングは、キャプテンと、この宇宙船のキャプテンとするんですけど、そこで、キャプテンと会話をしたりすることができます。で、この、いろんな動画を見てて思ったのが、このビデオゲームは、まあ楽しそうなんですけど、今までにしたビデオゲームの中で最高に楽しそうかって言われたら、そうではない結構、レビューとかも読んだんですけど、楽しいけど、最高なビデオゲームっていうわけではない。まあ、ビデオゲームが好きな人は、まあ楽しむと思います。ビデオゲームがそこまで大好きっていうわけではなくても、キャラクターとの触れ合いとかで楽しむことができるかなとは思います。で、ライトセーバートレーニング。これはまた違うメインのアクティビティの一つなんですね。で、このライトセーバートレーニングは、皆さんがライトセーバーを使って向かってくるなんか光をライトセーバー、皆さんが持ってるライトセーバーでなんかこうブロックする練習みたいな感じです。で、これは楽しそうだな、これは楽しそうだなと思います。私は興味があります。やってみたいです、私は。もし行けたらやってみたい。これは楽しそう。だけど、ライトセーバートレーニングは7歳以上じゃないとできないんですね。なので、もし皆さんが子供たちを連れて、このスタークルーザーに行っても、その子供たちが7歳以上でないと、ライトセーバートレーニングには参加できないので、そしてライトセーバートレーニングはメインのアクティビティの一つでもあるので、もし皆さんが7歳以下の子供がいて、その子たちがスターウォーズのスタークルーザーに行きたがっているんだったら、ここはちょっと注意をしておいた方がいいかなと思います。それではミッションについて入っていきたいと思います。先ほど話したアクティビティの他にミッションもあって、皆さんはいろんなミッションに参加することができるんですね。で、このミッションは皆さんがやりたくなかったらやらなくてもいいんです。これは強制ではないのでやらなくてもいいんですけど、でもこれはスタークルーザーの中で結構大きな部分を占めてくるので、個人的には行ったら、もし皆さんが行くんであればミッションは絶対やった方がいいと思いますっていうのが私の意見です。で、このミッションでですね、4つ役があって、で、皆さんはこの4つの中から1つ役を選んで、その役に合った違うミッションをやることになります。で、この4つの役がですね、ジェダイ、アンダーワールド、ファーストオーダーとレジスタンスです。なのでもちろん、ファーストオーダーを選んだ人のミッションは、レジスタンスを選んだ人のミッションとは
全く別のものになります。このミッションはどうやって行われるかといったら、データパッドっていう道具を使って、スタークルーザーのキャラクターたちとコミュニケーションを取っていくんですね。で、このデータパッドは何かといったら、皆さんのスマートフォンです。そうなんです。データパッドは、なんか別で機械が配られるわけではなくて、皆さんがそのスマートフォンにディズニーのアプリをインストールして、その皆さんのスマートフォンがデータパッド、ミッションで使うデータパッドになります。で、このミッションでは何がクールかって言ったら、皆さんは実際に会ったり触れ合ったりできるキャラクターたちのためにミッションをする設定なので、このキャラクターたちとミッションの内容について話すことができるんです。なのでこのキャラクターたちも実際にミッションで何が起こってるのかを知ってるので、全部が繋がってるんですね。なのでそこはすごいよく作られてるなと思います。例えば皆さんがデータパッドで後でこのキャラクターに会ったらこう伝えといてというメッセージが送られてきて、でそのキャラクターに会いに行ってそれを伝えたら何か起こるとか、そういう風にこう繋がってるので、それはすごい楽しそうすごいいいなと思いました。で、このミッションでもですね、事前にプログラムされているものではないので、全く違うものになります。ミッションとかこのストーリーとかは皆さんのミッションでの選択によって違ってくるので、もし皆さんがレジスタンス側にいて、皆さんのお友達もレジスタンス側にいたとしても、2人が違う選択をすれば、2人とも違うミッションを任されるということもあり得ます。ミッションの結果だったりとか、内容だったりとかは、こういう風にいろんな要素によって変わってくるので、それもすごい面白いなと思います。で、このミッションをやってる時にも、いろんなキャラクターと触れ合うことができるんですね。例えば、このストームトゥルーパーが来て、なんか質問されたりとか、なんかレイが来たりとか、チバカーが来たりとか、いろんなことがあり得るんですね。なのでこのミッションは動画とか見てる限りではすごい面白そう。あとですね、このスタークルーザーにはライブエンターテインメントもあります。で、このライブエンターテインメントは2日目のディナーの時にこのスタークルーザーのキャラクターであるガヤのパフォーマンスがあるんです。なので皆さんがご飯を食べてる時にガヤがパフォーマンスをしてくれます。歌ってくれます。私もガヤのパフォーマンスの動画を見たんですけど、すごいです。素晴らしい。彼女は、このガヤの役者さんは演技もできるし、歌も歌えるし、すごいです。で、この歌声もすごい綺麗なんですね。彼女は素晴らしいです。このライブエンターテインメントはすごくプラス、すごいいいなと思いました。ここまで話したところで、このスタークルーザーでの体験は、本当に皆さんがスターウォーズの世界にいるみたいに感じられるかどうか、どれぐらい皆さんが没頭できるか気になる方もいると思うので、今からそれについてちょっとシェアしていきたいと思います。私はこの大のスターウォーズファン、もうスターウォーズが大好きっていう方のレビューも読みました。で、スターウォーズファンの方からしても、このスタークルーザーはスターウォーズのテーマがすごくよくできてるみたいです。彼らは本当にスターウォーズの世界にいるみたいに感じられて、本当にこの体験に没頭できたって言っていました。なので、彼らがそう言うんであれば、誰が言っても、これはもうスターウォーズの世界に没頭できる環境なんだと思います。それではですね、これはもう最初からずっと言ってることなんですけど、このスターウォーズのスタークルーザー、はとにかく値段が高いんですね。なので今からちょっと誰がこの体験を本当に楽しめるか、誰がこの体験に価値があると思えるかについてちょっとシェアしていきたいと思います。このスタークルーザーはですね、ビデオゲームやエスケープルームが好きな方なら楽しめます。このスタークルーザーで行われているアクティビティのほとんどがビデオゲームとかエスケープルームとかそういうのを元にしたものなんですね。なので、もし皆さんがゲームで遊んだりとか、このミッションをしたりとかするのが楽しむ人だったら、この体験は価値があるかもしれません。だけど、
皆さんがスターウォーズが大好きで、スターウォーズの大ファンでも、ビデオゲームとか、エスケープルームみたいな、こういう遊びが好きではない人は、この体験はあんまり楽しむことができないと思います。このクルーズに参加しても、皆さんがゲームをしないで、ミッションにも参加しないと、あんまり他にすることはないんですね。ゲームとミッション以外だったら、ラウンジでサバックっていうスターウォーズのゲームをしたりとか、ラウンジでカクテルを飲んだり、お店を見て回ったり、あと部屋でテレビを見てるぐらいしか他にすることがないんですね。なので、皆さんがゲームとミッションに参加したくないんだったら、このスタークルーザーは50万円以上まで払っていく価値はあんまりないかなと思います。皆さんがラウンジでカクテルを飲んだりとか、サバックをしたりとかするだけしたいんだったら、他のディズニーのリゾートで断然安くでできます。あとですね、7歳以下の小さい子供たちは、あんまり楽しむことができないかもしれません。これはなんでかって言ったら、メインのアクティビティのライトセーバートレーニングは7歳以上からしかできないのと、あと、ミッションは先ほども言った通り、データパッドという名のスマートフォンを使って行われるんですね。なので、ここまで小さい子供は自分のスマートフォンを持ってないと思うんですね。あとですね、たくさんのビッグイベントは夜遅くに行われるんです。なので、もしその子供たちが夜遅くだから寝ないといけなくって、このイベントとかに参加できないと何か見逃してしまうかもしれません。で、この体験はディズニー好きの大人たちと、あと少しもうちょっと大きめの子供たち、7歳以上ですね、に向けてる感じなので、4歳以下のお子さんには最適ではないかもしれません。ですが、キャラクターたちは子供たちを優先するので、子供がそのミッションのところにいたりとかしたら、いい役をもらえたりとか、キャラクターたちとの触れ合いで、他の人たちよりもひときわ長くキャラクターたちと会話できたりとかして、優先させてもらえます。これまでスタークルーザーを体験した人たちの中には、子供たちもたくさんいて、この体験を最高に楽しんでる子供たちもたくさんいたので、この体験を楽しむかどうかは、その子供たちの好み次第によると思います。子供が小さくても、ゲームとかエスケープルームとかが好きで、キャラクターたちと触れ合うのが好きだったら、このスタークルーザーでは最高の時間を過ごすことができると思います。あとですね、この体験は人見知りで内向的な方よりも社交的で外交的な方の方が楽しめることはたくさんあると思います。なぜかというと、このスタークルーザーではずっとたくさんの人とかたくさんのこととかに囲まれてるので、人と会話でいっぱいの環境にずっといるのは、もうちょっと内向的な方にとってはちょっとストレスになるかもしれません。特にミッションに参加するとなると、ミッションはキャラクターたちと話した方が名前を覚えてもらったりできて楽しいので、積極的にキャラクターたちと会話をした方がいいとは思うんですね。だけど、知らない人に突然話しかけに行って、このエンジニアリングルームのアクセスコードは何ですかとか言って聞くのは勇気がいるじゃないですか。なので、もし人見知りの方は、もうちょっと社交的な友達か家族と一緒に行くことをお勧めします。でも、もし皆さんがキャラクターたちと話したくなかったら、話さなくて大丈夫です。話さなくても、皆さんのミッションに影響はないです。で、このミッションも、キャラクターたちと話さなくてもできるので、ミッションをするために知らない人と会話をしないといけないっていうわけではないです。だけど、それを言った上で、ミッションは、キャラクターと話した方が楽しくなると個人的には思います。誰がこの体験を楽しむかについてちょっと話していきましたが、私は思ったのはですね、ディズニーが正しく作ったスター・ウォーズ・ガラクティック・スター・クルーザーは、ターゲットマーケットが狭すぎるんですね。で、このスター・ウォーズのこのホテルじゃないんですけど、このホテルを楽しむのはまずスター・ウォーズファンですね。で、このスター・ウォーズファンの中でこの体験を楽しむには、ゲームやエスケープルーム好きの人で、そのゲームやエスケープルーム好きでスター・ウォーズ好きの中で、この2日間で大人2人で50万円超えもする
この体験を払えるようなお金を持ってる人で、こんなのそんなにたくさんいないじゃないですか。このスターウォーズが好きで、ゲームが好きで、その上にお金持ちで、この50万超えの2日間で50万超えの体験を払える人なんて、世界中の人口の 1% くらいしかいないじゃないですか。で、99% の人にとって、この2日間で50万円のスタークルーザーでの体験は高すぎるし、スターウォーズファンだからといってみんながみんなゲームやエスケープルームが好きなわけじゃないじゃないですか。なので、私はこれ、最初のこのオープンから少しの間は、スターウォーズの大ファンとか、この体験に興味がある人は行くと思うんですね。だけど、私が個人的に予想するに、これはちょっと続かないと思います。ディズニーは何年も何年もかけて、何百億円もこのホテルに投資してるじゃないですか。だけど私は、このホテルはそんなにたくさんの人がこの高い値段を払ってまで行きたいと思えるようなものだと思えないんですね、個人的に。私も個人的にいろんなクールなものがあって、すごい興味があるし、行ってみたいし、楽しそうだなとは思うんですけど、50万以上払って2日間ここに行きたいかって言われたら、そうじゃないんですね。50万あれば、ヨーロッパに1週間旅行に行けるし、もしディズニーのデラックスホテルに泊まってたとしても、2日間だけじゃなくて、1週間入れます。なので、このスタークルーズはそれだけ高いんですよ。なので私は、1年ぐらいしたら、ホテルのゲストが減っていって、ディズニーは、もうちょっと値段を下げないといけなくなるんじゃないかなっていう予想をしてます。もう私が間違ってる可能性もあります、もちろん。もう行きたい人がたくさんいて、たくさんのスターウォーズファンが何回もこのホテルに行くっていう可能性もありますが、私は一般的な目線からして、このホテルはただちょっと高すぎるなと思うので、あんまりたくさんの人はそこまでのお金を払って行きたくはないと思います。皆さんはどう思いますか？2日間、このスタークルーズに行くのと、1週間ディズニーのデラックスホテルに泊まって、ディズニーワールドの4つのパークに行くの、どっちがいいですか？ぜひコメントで教えてください。それでは最後に、このホテルは、この高い値段を払ってまで行く価値があるか、体験する価値があるか。私はこのホテルが、この高い値段の価値があるかどうかは、人によって違うと思います。皆さんがどれだけこのディズニーが作り上げたスターウォーズの世界に入り込めるか、どれだけこの世界に没頭できるかどうかによると思います。もし皆さんがスターウォーズが大好きで、ゲームとかエスケープルームが大好きで、ミッションにたくさん参加して、積極的にキャラクターたちと会話をしていって、宇宙船の中で宇宙の食べ物を食べたいんだったら、この体験は払っていく価値があるかもしれないし、もし皆さんがあんまり他の人と触れ合いたくなかったりとか、ミッションとかゲームとかあんまり好きじゃなかったりとか、もうちょっとリラックスした、ゆっくりとしたバケーションが欲しかったら、このスタークルーザーは50万円以上まで払っていく価値はないかもしれません。このスターウォーズのホテルは地球上で一番高いホテルの一つじゃないですか。なので、簡単に私はおすすめしますとか、おすすめしませんとかいうのは言えないんですけど、もし皆さんが、このスタークルーザーについて気になってるなら、行くかどうかの決断をする前に動画を見たりとか、記事を読んだりとかして、このホテルについて詳しく調べてから行くことをお勧めします。それではですね、今日はこの新しくできたスターウォーズのホテル、スターウォーズガラクティックスタークルーザーについて私のリアクションをまとめてみました。皆さんがこの動画を楽しんで見てくれていたら嬉しいです。もし皆さんがこの動画を見ていて何か質問があれば、ぜひコメント欄でコメントをして教えてください。もし皆さんがテーマパークについて興味があれば、ぜひマークサイアロストインワールドにチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。Make today magical. Bye!